じゃあ行きますね。はーい。じゃあリアルな日本語ポッドキャストのお時間です。今日はゲストで私のお友達のすみかちゃんに来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はちょっと初登場、友達初登場なんだけどちょっといろいろすみかちゃんにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。すみかちゃんはどこ出身ですか？私は千葉県というところ出身です。うんうんうん。なんて言えばいいんでしょうね。東京ディズニーランドがあります。お、いいね。ディズニーはめっちゃ行ってた？めっちゃ行ってましうわ、た。羨ましい。結構行ってましたね。月何が好き1ぐらいで行ってた。月 1？ 近いからめっちゃ。月1やばいね、やばい。何のキャラクターが一番好き？なんだろう。なんだろう。なんだろう、いない？別にドナルドかな。ドナルドなんだ何が一番好き？私はプリンセス系で言ったらラプンツェルが一番好きで、うんでもキャラクターはプーさんが好き、うんうんうん。そうそうそう、プーさんかわいい。プーさんかわいい。あとトイ・ストーリーも好き。なんだっけな、私なんか好きなのあったんだよね。忘れてんじゃん忘れてんじゃんなるほどね、いいね。じゃあ千葉で生まれて育った感じね。はい。うんうん、いいですね。じゃあ今何歳ですか？今は20歳です。20歳。20歳ですね。若いめっちゃくちゃ若いね。そっか、20歳か。すみかちゃんはあれだよね、私たちの出会いだよね、うんうん。そう、私たちの出会いは実は前職が同じ職場で働いてて、私は正社員で働いてて、すみかちゃんはインターンとしてね、来てくれてたんだけど、そこで出会ったのが最初だね。うんうん、フィリピンのセブ島でそう、フィリピンのセブ島で出会いました。そっからね、なんかめっちゃ仲良くなって、週末めっちゃ遊んでたよね。めっちゃ遊んでたけど入ってすぐしおんさんが辞めるってことを聞いてそうなのおっとってなるっていうのがありましたが、そうね、なぜか沖縄に来ているということで、今はそう、沖縄の私のお家に来てくれています不思議な不思議だね、不思議本当な感じにマジで不思議だよねなんかこんな風になると思ってなかった、マジで、うんうんうん、そうなのよ。そうそうそう、そんな感じなんですよ。そんな感じ。あれだよね、海外も結構いろいろ行ってるよね。そうですね、結構海外旅行も好きだし留学も好きなので、うんうん、なんか今まで行ったところで言うとなんかオーストラリアとか、うん、台湾とかタイとか、うん、あとマレーシアうん、とかシンガポールとか行ったりしました。韓国とか結構行ってるね行ったりしました。あとフィリピンも。フィリピンもそうだね。初めてさ海外行ったのは何歳の時？初めて行ったのは19です。待って、そっからめっちゃ詰め込まれてるってこと？今何カ国行ってたスパンがおかしい。そうね、スパンがおかしい。あ、そうなんだ。確かさオーストラリアに留学してたんだっけ？旅行？オーストラリアが初めての海外で旅行でしたね。そっかそっか。どこに行ったんだっけ？最初が、メルボルンねに行ってみて、すっごいもともとメルボルンにずっと行きたくて、でも海外行くの怖いって思ってたから、まあでもちょっと行ってみるかと思って初海外一人で行ってみて、すごい。でパスポート取ったりとかして空港通るのも怖かったし、最初の市内に行くバスにも乗るの怖かったし、タクシーの運転手も怖かった。いやマジで、私も実はさ初めて海外行ったのがオーストラリアなの、めっちゃ同じだと思って今。確かに確かに。そうそう。ちょっとね、初めての海外は怖いよね。怖かったなんで来たんだろうと思いましたけど、でも、行ってみたら本当に日本と違うところがいっぱいあって、景色とか建物も全部違くて、なんかすごい広がったなって感じがします。確かにね。メルボルン良かった？めっちゃ良かったです。行ったことない。また行きたい。あ、そうなんだ。メルボルンはもうすごい良かったですね。いいないいな。どれくらい旅行したの、そこで？メルボルンは1週間ぐらいかな。もう結構いたんだね。いやいいね。なんか泊まってたところが、なんていうのあれはドミトリーみたいな、何人部屋かみたいなやつだったんですけど、初めての海外で英語も喋れない中行ったから、なんかすごい周りのなんていうのバックパッカーの女の子たちとかが声かけてくれる、
んですけど、どこから来たのとか今日何してたのみたいな聞いてくれるんですけど、何も答えられずに、そっか。結構そこで悔しかったというか、もっと英語勉強しなきゃと思って、でなんかその後留学行こうって思うようになったかなっていうのは。そこがきっかけなんだ。思いますね。そうなんだ。なんでさ、もともと海外とか興味持ったの？海外に興味持ったで言うと、なんか国内しか全然行ったことなくて、こう小さい頃から結構海外旅行行ってたっていう人もいるじゃないですか。けどもう飛行機とかも乗ったことないかったので、なんかすごいドキドキな海外旅行だったんですけど、大冒険じゃん。大冒険すぎる。今までも国内で飛行機すら乗ったことなかったのに、いきなりオーストラリアに7時間ぐらいかけて飛ぶっていう、恐ろしいことを体験してよく頑張ったね。でも本当に大変でしたね、あれは。そっか。でも無事に旅行できたの？できました。でその時に英語もうちょっとできたらいいなと思ってから留学したのか。さっきに留学したのはどっちだっけ？一番最初の留学はそれこそフィリピンです。そっか、フィリピンだ。オーストラリア行って、その次の月に、てかオーストラリアから帰国した時にもう申し込んで、フィリピンの留学に申し込んで、アジアだし近いし、安いからセブ島で留学しようかなと思って、申し込んで、でその次の月には飛んでみたいな感じで1ヶ月かな、1ヶ月留学して。そうなんだ。それで結構英語力伸びた？なんかでも伸びました。伸びましたっていうのはペラペラになったんじゃなくて、伸び率がすごかったっていう、この最初がね。そう結構もう何も英語喋れない赤ちゃん状態で行ったんで、吸収するものが多すぎて、ガッと上がりましたね。なるほどね。日常会話ぐらいまでガッと上がって、もちろんそこからどんどんペラペラになるまでは道長いと思うんですけど、その最初のなんか英語怖くなくなったとか、そういう一番最初の一歩目みたいなのはすごくグッと伸びて、何もなかったからこそ、だからなんかそれはすごく良かったなって思います。いいね。そっか。でマレーシアセブ行って留学して、マレーシア行って留学して、その後セブ行ってマレーシア行って、でまたセブ行きました。そうだ、2回目のセブ留学。でやっぱりそのマレーシアに行ってみて、もっともっと英語伸ばさないといけないなって思ったし、もっと基礎から固めたいって思ったので、そのまま行きました。日本帰らないで。そうなの？マレーシアから直接？はい、マレーシアからセブの飛行機取って、そのまま行って、で学びましたね。それは何ヶ月ぐらいいたの？それが2ヶ月半ぐらい。結構いたんだね。そう結構いて。そうなんだ。そこでそのフィリピンのクリスマスとフィリピンのお正月を体験して、なんかそういうのも面白かったなと思って。全然違った？もう全然違う。なんかフィリピンのお正月かな、フィリピンのお正月はカオス日本ってこたつとかでゆっくり朝を迎えて、そのお雑煮を食べるみたいな、お雑煮っていうなんかスープ、お餅が入ってるスープと、なんかそういう伝統的な感じと、なんか厳かな、静かな厳かそんな感じなんですけど、フィリピンは花火バーン打ち上げてカジノの前でボンボンみたいなやってたわ。パーティーだったよね。もうパーティーすぎて、もう本当にそれが面白くて、なんか日本のこう静かな感じもいいけど、こっちも結構面白いなと思いましたね。確かに。でもさ、多分ハッピーニューイヤーでさ、厳かなのって日本ぐらいじゃない？確かにね、思いました。なんか私オーストラリアのお正月も行ったことあるんですけど、オーストラリアのお正月もそんな感じでした。花火バンバンだよね。もう花火バンバンだし、シドニーとかもそうですよね。有名だよね。そうだから、なんかそれはそれですごく面白かったなって思いましたね。確かにね。日本で体験できないパーティーだよね。もうすごいよね。そう。でも逆に言えば、ぜひ日本のお正月も体験してみてほしいなって思う。ぜひぜひ。なんかこんなに静かなんだって。静かだよね。もう家にこもってさ、みんな。めっちゃ静かですよね。静か。でおじいちゃんとかおじいちゃんおばあちゃん家とかに行って過ごすみたいなのが結構
主流ですよね。確かに海外でいうそのクリスマスが日本でお正月みたいな感じだよね、確かに確かに。クリスマスはね確かに。なんか逆に言えば日本のクリスマスは結構もう家族と過ごすとかじゃなくて、いかに彼氏彼女と過ごすかっていう日になってるそうカップルの日になってるから、これは結構また違うところですよね。確かに全然違うよね。なんか友達とクリスマスパーティーするとか、彼氏彼女ととかっていう方が主流、で家族で過ごすっていうのはほとんどない。そのあえてクリスマスに家族と過ごすっていうのはあんまない文化ですよね。そうだね。確かにクリぼっちって言葉があるもんね。クリスマスでぼっちっていう、一人ぼっちそれをみんな回避するためにさ、頑張るんだよね、その前に。そうだから海外のクリスマスにそうやって家族といるっていうのはなんか素敵な文化だなっていうふうに思いましたね。確かにそっか。それでセブンに来てもう一回2回目の留学した後はどこに行ったの？1回目の留学した後は2ヶ月半留学した後に1回日本に帰国して、ですぐまた戻ってきて、3ヶ月ぐらいまたフィリピンにいて、そこでシオンさんと会ったの。そっか、その時に私と会ってるのか。でインターンが始まってっていう感じですね。なるほどね。セブンにさこうインターン行こうと思ったのはなんでなの？インターン行こうと思ったのは、そのなんか張り紙が貼ってあって、そのインターン募集みたいな。インターン募集みたいなのがあって、これだと思って、なんかそのレッスンも受けられたりとか、そこにドミトリーとかに、住めるみたいなのがあって、で勉強しながらこう経験もできる、仕事の経験もできる、でそれが海外でできるっていうのが面白いなと思って申し込んでみようと思って、申し込んでみたっていうなるほど感じですね。それさ日本でできたら面白そうじゃない？確かにね。確かにね。そうなんか学校作りたいなみたいなのがぼんやりさ、私も目標があってね、なんかそれできたら日本でできたらめっちゃ面白そうだなってちょっと思ってます日本語学校みたいな。そうインターンとかもしながら、仕事もしながらみたいな、なんか面白いよねそういうの。いや面白かった。なるほどね。で今は日本にいると。日本にいます沖縄にあります。そうだね。今は遊びに来てくれてますね。もともとはその前の会社の先輩後輩の関係なんだよね、上司ですそうそれが面白いよね。面白い。いや面白い出会いでしたね。そう懐かしい。なのにもうすごいいい子来てくれたって思ったのに、私はもう辞めるって決めててそうもう辞めるんだよねって言われて、あそうなんだと思って。そうなの。そしたら一緒に辞めることになった一緒に辞めることになってね。そうね。まあでもちょっと英語の勉強はね、これからももっとやりたいよね。もっとやりたいね。私もちょっとコツコツ頑張っていこうかなって思っているところです。いいねいいね。はい、そんな感じ。ちょっとさ、もうちょっとさ、めっちゃ昔に振り返っていい？まず千葉に生まれました生まれました。爆誕してどんな小学校とかだったの？どんな小学生時代だったの？結構兄がいて、その影響とか、父の影響とかで、サッカーやってて。サッカーやってたの？そう、サッカーやってましたなんか小学校の時はもうサッカー部に入ってて、で途中でやめちゃったんですけど、なんか結構スポーツとかは好きな方でしたね。あとはなんか皆さん知ってるかもわからないですけど、なんか百人一首っていうのがカルタみたいなやつね。あって、百人一首にすごいハマって、小学校の時でそれで百人一首を極めてましたね。そうなんだ。私全然わかんない。百人一首。そう、百人一首面白いので、ぜひ日本語勉強してる方とかは、結構難しい、日本人でもその難しい古文というか、昔の言葉なので、興味がある人とか歴史好きな人、歴史というか国語、歴史とか好きな人はなんかいいかなって思うんですけど、百人一首っていうカルタなんですけど、面白いあれだよね。なんていうの、全部覚えなきゃいけないんでしょ、セリフを。そうです上の句と下の句っていうのがあって、こう、一つの文章が2個に分かれてて、で、上の句下の句が書かれたカードがあるので、上の句その対になる、セットになる上の句が呼ばれたら
それを取る。下の句をパタッそうなんです。に行くだからってことか上の句が言われて上の句が書いてあるわけではなく、はいはい。それとセットになる下の句が書いてあるので、じゃあ両方覚えなきゃいけないってこと？そう上の結局句と下の句を全部覚えなきゃいけない。ああ、そうなんだ。そうだから結構頭使うんですけど、でも覚えるというかもう染み込んでるので100確か首に。なので、もちろん初心者は100首覚えなきゃいけない、うんうん100個100人首って100枚ある100個の句うん。があるんですけど、それを全部覚えなきゃいけなくて、結構あるよ。単語帳とか使ったりとかして、はいはい。必死に覚えたんですけど、もうあとは染み込んでくるので、あ、そうなんだ。もう忘れるとかね、まあ、それこそ今はもう、うん。忘れてきちゃってますけど、うんうんうん。上の句が言われたら上の句の最初の1音のうんうんこの「く」っていう音、うんくの空気のこのなんて言うんだろう、うんこのブレスのこの感じだけで取るやばっっていう世界線なんでこう本当に耳が大事で、あ、そうなんだ。耳がいい人とかが結構耳をすごく大切にしてる、耳と反射神経もめっちゃいるそうよね。ですそうです。だからずっと素振りです、あ、そうなんだ。練習とかは。でもう本当に早く取る。そうなんだ。そうだ面白い。からここの自分の陣地のカードは全部暗記しておくんですよ。暗記時間があって、ここにこれを置いた、ここにこれを置いたみたいな、うんうん。言われたらすぐにこう手が動くみたいなすごいね。本当に面白いので、ちょっとぜひ結構外国人の方の、海外の方で競技カルタプレイヤーの方とかもあ、いいて、るんだ。すごく面白いのでぜひおすすめ何の紹介って感じですけどあ、でもちはやふるって映画があったじゃん。あれで知った私もちゃんと。なんか私も結構ちはやふるで知ったというか、うんうん。ちはやふるでより好きになった、うんうん。で漫画とかも全巻持ってたりとかするんですけど、うんうんそう最初にちょっとちはやふる見てもらった方がいいかもしれない。そうだね。そっちちはやふるおすそうすめかも。ちはやふるっていうどこかに出るかわかんないけどあ出るここにポッここに出るかそうちはやふるっていう漫画アニメとかもあるんですけど、うんうんがあるので、すごく日本の文化とかも知れるので面白いのでぜひ見てみるといいかなって、あれはね面白いなって思ったいやもう本見た時当に面白い、面白かった。もう本当に確かにスポーツだねあれは。そうなんです。じゃあ中学校は何してたの？中学校は部活はバレーボール部に入って、うんうん。バレーボールをしていた中学生でしたね。なるほどね。で塾も通ってたんだっけ？塾も通ってましじゃあた。勉強も頑張ってたんだ結構。そうですね、結構だから、まあ、忙しいうん。感じでしたね。ね塾行ってバレーしうんうんてみたいな感じだもんね。そうですそうです。へえそっか。じゃあ高校は？高校が高校はちょっと特殊なんですけど、ねそうすみかちゃん特殊なの。高校がちょっと特殊で通信制のオンラインでのうん。こうスクールだったんですけど、まあ、学ぶことが、基本的な教科、うん国語とか算数とかうんじゃなくてお金に関することとか、うんまあ起業に関することとか、まあ、自分のやりたいことをどう形にしていくかうんみたいなのを3年間考える3年間学ぶ学校うんで、だいぶ特殊だよね。だいぶ特殊ですね。いや普通はさ国語算数理科社会みたいなのをがっつり学んで、うんなんか大学受験のためにみんな勉強を必死に頑張るみたいな感じだけど、うんうんなんかビジネスのこととかあまり学ぶことがないじゃん、そうなんですよね。高校生でさそう面白いよね。そうですね、そのうん自分がやりたいことをどうやっていくか、例えばその友達はそれこそダンサーやりたい、ダンサーになりたいみたいな子もいたし、パティシエになりたいとかもいたしっていうのをもう高1の時からどう形にしていくか、うんどうやっていくかっていうのをそれに高校の3年間を費やす。例えばどっかで修行してみるとか、こう経営の基本学んでみたりとか、なんかのコンテスト出てみたりとか、っていうことに時間を費やすっていう学校で、すごいね。なんかそれは結構面白かったですね。いや多分そこでかなりさ人生が変わったよね。まあ、その学校をどう使うかは自分次第なので、なんて言うんだろう、何か毎日やることが与えられるわけじゃなくて、毎日こう明日のため、未来のために何をするかっていうのを自分で考えなきゃいけない。うんでそれを行動しなければ、行動しないまま3年間終わるし、行動すればこう他よりも高1からうんスタートを切れるっていうので、
全然その3年間の価値が変わってくる。まあそうだよね。普通のさ勉強はもちろんするします。うん普通の勉強をもして、高校卒業資格っていうのは日本の中で取れる仕組みにはなっていて、でももちろんその授業があるわけじゃないので、例えばその1時間目が算数とか算数というかまあ数学、1時間目が数学とか2時間目が国語とかはないので、全部 YouTube で勉強しました。なるほどね。YouTube でなんか数学のここわかんないと思ったら有名な人とかいるじゃないですか、いるいっぱい。その人調べてみたいな感じでやって解いたりとかして、必要最低限なんですけど、その高校卒業資格で定められてる必要最低限の、範囲とかやって、認定されるっていう感じですね。評価成績とかってどう決まるの？評定はその提出した国語とか数学とかの評価になります。テストみたいな？そうです。それも全部オンラインなんでしょ？オンラインで。すごいよね。なんかそうですね、結構穴埋め問題だったりとか、普通にレポートが結構どっさりと4月に来るので、これを12月までに終わらせてくださいねっていう、そうなんだ。1年間分配られて、終わった人からオンラインで提出していくみたいな感じになって、本当夏休みの宿題みたいな一生やってるみたいな感じか。そうです。なるほどね。でも早く終わる人は本当2ヶ月とかで終わるので、一応学校とかが推奨してるのはその課題を全部2ヶ月とかで終わらせて、456月に終わるから、もう6月から12月までは好きなことやればいいとか、コツコツやる人は本当1日1ページとか進めて、その間自分のやりたいことやるとか、もう本当それすらも自己管理能力というか、すごいね。そう自分でどう終わらせていくかっていうのをやっている。それさちゃんとやらない人もいるんじゃない？います。でも卒業できない。そっか。それはじゃあ必死にやるんだねみんな。そうで、留年してる人とかも、いなくはないですけど、でもシステム的にはやらなかったらもちろん卒業できない。なるほどね。だからそれで言うと普通の高校っていうのはそんなのがあんまり起きないじゃないですか。起きない。そう生徒たちに委ねてないので、1時間目はこれやってね、2時間目はこれやってねって言われて、それ通りにやればちゃんと高校は卒業できるっていうシステム、それもそれですごくいいなと思うんですけど、その私の高校は自分で管理して、その日までに提出できなかったら単純に留年なんで自己管理能力はつきますね。そうだね、すごいわ本当に。なかなか出会えない人かもしれない、結構特殊な学校なんですけど、そうだね。そこでいろいろスキルとかもね実際身についてるしさ、今も活かせてるしすごいよね。そうですね、けどなんか難しいなって思うのは、しっかり高校行って大学行ってでちゃんと就職してでやる道っていうのがここの高校に行くと、なんていうんだろうな、それがある種保証されるわけじゃないので。そうだね、自分でやんなさいだもんね。そうなんですよね。そうだから例えばそこで大学行かないっていう選択肢を選んだりだったりとか、何かスキルを身につけておいたりしないともちろん生きていけないので、結構こうなんか険しい道というか。それはそうだね。そう確かに。その分自分でやれることも増えるし、視野も広がるしスキルも身につけられるんですけど、大変っちゃ大変というか、でも大変だからこそ面白いっていうのはあるんですけど、なんかそれは難しいなっていうのは結構思ってますね。確かに。その大学進学を選ばなかったのはなんでなの？大学進学を選ばなかったのはなんか自分の中でこう大学に行く意味っていうのがまだ分からなかったんですね。分かんないよねその時期にさ。私もそうだもん。なんか大学に行くべき、大学って行くべきだみたいなのが日本の中ではあるんですけど、その時は高3の時かはあんまり行く意味っていうのが分かってなくて、自分でその時仕事とかもしてたのでもっともっと仕事頑張りたいと思って、っていう選択だったんですけど、今になると
結構大学に行く意味っていうのは分かってきたりもしてて、うんどういう認識で大学に行くのかうんっていうのが大事だなと思ってて、目的がねそう大事だよね。それこそその大学で学びたいことがあるんだったらすごくいいと思うし、うんうん何かこう大学を卒業した先に例えばこの会社に就職したいと思ってるとか、まあ、そういうなんて言うんだろう、何かその先に目的があっていくんだったらもうすごくいいなって思ってマジでそう。だし、うんやっぱ今の日本の社会っていうのは大学っていうのは結構やっぱり一つ大事な部分だし、確かに人の評価って一旦はそこでしか測れない。そうだね、学歴がねそうそうどれだけ頑張ってきたかのそうそうそうまあ成績みたいな感じだもんね。あとはまあスキルで勝負することももちろんできる。例えばうんフォロワーが何人いるとか、うんこういう実績を出しましたっていうのもできるんですけど、まあ、それがなかったりする場合は大学に行った方がいいなって思うし、うんこう大学行くべきか行くべきじゃないかみたいなのは、うんなんか私的には結構なんか行くのも面白いうんし、行かなくても行かないなりにその、何かスキルを持ってたりとか、自分で何かできるんだったらいいなって思うし、そうね。そうだからなんか高3の時はなんで行くんだろうなって思ってたんですけど、うんうんなんか今はすごくわかるというか、うん行くのも面白いなって思ってる。でもさ、そう思ったタイミングで行くのがいいよね、うんうんうんなんか高3の時にさ、あ次は大学ってなんか決められたものじゃなくて、無理やり行くとかじゃなくて、なんかやりたいことが見つかってからそのための手段として行くみたいなのはめっちゃありだよね。思いました。うんあとなんか大学で出会える人っていうのも結構また面白いなと思うので、確かに。結構どの大学に行くかにもよると思うんですけど、うんそれもすごくうんなんかそこで出会える人とかにも会ってみたいなっていうのがうんあってっていう感じですね、だからもしかしたらこれからねまた大学に行くかもしれないしね、でした。そんな感じのすみかちゃんの20歳までの人生を20歳までの人生を少し振り返ってみました、はありがとう、めっちゃありがとうございます。こちらこじゃあちょっとまた他のテーマもね2人で撮っていきたいと思いますので、一旦ここまでになります。ありがとうございました。そありがとうございました。またねー。